皆さんこんにちは。日ごとに暖かくなってきていますが、いかがお過ごしでしょうか？あーしも先日川沿いをサイクリングしてたら小鳥がピヨピヨと鳴いており、春だなぁと思ったら BB からの4でした。ドンマイ。 BB からの4のパターンで鳥の鳴き声って話は聞いたことあったけど、ほんとなんだね。あーしは基本的にあんまトラブらないタイプで、チャンネル作ってから故障らしい故障は一度もありませんでした。せっかく壊れたので、せめて動画のネタにしてあげましょう。せっかくとか言わない。というわけで現在、クランクを外していってるところです。と言っても4に気がついた段階で、一度ばらして調査済みです。それである程度状態を確認して、必要な部品を揃えて今日に至るです。さて、この自転車についてるのはカンパニョーロのウルトラトルクタイプのクランクです。見たことない人もいるだろうから、多少は映像の価値があるといいなって思ってます。ここまでノーカットでお届けしましたが、このように中央のボルト1本を外すことで簡単に分解できます。あーしの見立てではこっち側が4の発生源です。ちょっと反射がきつくてよく見えないですね。後から撮った写真を載せておきます。なかなかひどいわね。かじりでしょうか？もともとやたらと傷が入りやすい部品とは思ってました。反対側も外しましょう。ドライブ側は脱落防止のピンがついてます。今更だけど、このタイプのクランクはベアリングが軸側に圧入されています。なのでクランクを外すとフレーム側はただの穴です。フレームに装着されている黒い部品は BB カップと呼ばれています。今回傷んでいるのは BB カップなので、これも外します。シマノさんと共通の工具が使えます。実はこれ、純正の BB カップではありません。ミッシュボーンというすごく高級なとこの部品がついてます。このフレームは BB30 なのですが、この BB カップは圧入ではなく左右のユニットを中央でねじ込んで結合する形で取り付けます。ベアリングもないくせに1万も1000円くらいした気がしますが、今日で廃棄です。使用期間は2年半といったとこでしょうか。新しくつける BB カップは純正品にします。カンパニョーロの純正部品も高価なイメージがありますが、それでも4000円くらいだったと思うので、ミッシュボーンの3分の1くらいです。このミッシュボーンですが、さっき傷がつきやすいと言ったけど、内面がアルミむき出しで、ドライバー程度でも簡単に削れてしまいます。対して純正品は内面まで黒いアルマイト加工がされていて、高度が高いです。ドライバー程度では刃が立ちません。もちろん足の管理に問題があった可能性は高いけど、ここら辺も故障の原因かなってちょっと疑っちゃいます。やっぱり信じられるのは純正部品か。でもこの部品はねじ込み BB 用だから、このままじゃフレームにつかないんだよね。そこで登場するのがこの古の定番パーツ、BB30 を BSE68 にするやつです。20年前なら需要がありそうな動画。今回はこれを組み付けていきます。メーカーは FSA。一度つけると外せる保証がないやつです。新品を組んでた時はひよってこれをつけなかったけど、どうせ今後 BB30 をクランクをつける可能性なんてないでしょう。取り付けは高強度のネジロック剤を塗布した上での圧入です。ネジロック剤は10分程度で効果が始まり、固まればもう動かせません。つまり失敗できないし、手早くやる必要がある作業です。どう考えても撮影しながらやる作業じゃないです。あと、BSE68 は左右のネジの向きが反対なので、この部品にも左右があります。もし間違えたら面白いことになっちゃいますね。少しだけ圧入できたら、ネジロック剤を塗布して本格的に挿入し始めます。ネジロック剤は部品に付属してました。親切ですね。それにしてもこのフレームはもともとカーボンにアルミスリーブが挿入されてる構造だから、今回の処置でフレームにスリーブが二重挿入されて、それに BB カップがねじ込まれて、
そこにベアリングがつく無駄の極みの四重構造になっちゃいます。仕方ないでしょう。9割くらい入ったので追いネジロックしときます。圧入工具のサイズが若干足りないんだけど、買っても二度と使わないと思うからこのまま強行します。やり直しができない上に時間制限がある作業は緊張しますね。圧入の感覚は最後までやばくはないけど不安はない程度でした。こんなもんかな。この音少し微調整したけどぴったり収まれば完了です。完全硬化のために一晩置きます。その間にクランクのベアリングを交換しときましょう。回転は問題ないと思うんだけど、さっきのかじりと対応する部分に傷が入っています。磨けば使える気もするけど、新品の BB カップに傷物をセットするのはちょっと嫌です。なので交換です。ベアリングの交換にはベアリングプーラーが必要です。これはパークツールの専用品だけど、汎用のスズメプーラーで OK かと思います。というかそっちの方が他の作業にも使えて良い気がします。外したベアリングにはこのような傷が入っていました。ベアリングとクランクアームの間にはダストシールがあるので、これも外します。純正のベアリングを買うと付属するので、セットで交換です。異物混入で傷が入った可能性もあるしね。このタイプのクランクのベアリング交換作業は初めてだけど、今のところ見たまんまの構造だからあまり不安はありません。新しいシールも簡単にはまりました。ベアリングは色付きのシールを外側にして叩き込みです。これもそんなに強く叩く必要ないと思います。奥まで刺さって音が変わったら OK。はい、片側終了。反対側のベアリングは何も問題なさそうだけど、念のためこっちも交換します。こっち側には抜け止めのシーリングがはまっているので、ほんの少し難易度高めかもです。カップ側にも抜け止めピンがあったし、ドライブ側だけは絶対に脱落させないって意思を感じる。ところで、作業台を新しくしました。財源は YouTube の収益です。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。これで撮影しながらの作業がかなりやりやすくなりました。と言ってる間にシーリングが外れます。これはベアリングのセットに付属しないので、なくしたり壊したりに注意です。このベアリングですが、国際規格の6805ってサイズの 1mm 薄いバージョンです。だからそこら辺のお店じゃ売ってません。でも独自規格ってわけでもなく、よそでも使っているサイズです。島野さんのちょいデカのホローテック 2BB の中身も同サイズらしいですよ。なんなんすかねこの関係。ちなみにベアリング1セットで4500円くらいするから、島野 BB ばらした方が安い説あります。よくわからん中国製なら Amazon とアリエクで1000円以下で売ってるぞ。純正品はシールに S&S って刻印があって、どうやら台湾製のようでした。シールの交換とベアリングのセットはさっきと同じだからカットしました。最後にシーリングを戻して交換完了です。ここはちょっと気持ちいいですね。はい、OK。じゃあ BB のネジロックが固まるまで一晩待ちましょう。晩で入れた。固まってるはずなので BB カップを取り付けていきます。最初からネジロックがたくさん塗布されてたので他は何もつけないことにしました。指定トルクは35ニュートンメーターです。ネジロックの抵抗があるのでなかなか大変でした。早送り早送り。だいぶ苦労してるわね。はい、OK。長いから反対はカット。 BSE だから逆ネジです。これでやっとクランクがつけれるね。あとはミスってなければ簡単なはず。
入れるシーンが映ってないけど、左サイドは余圧と型取り用のスプリングワッシャーが入ってます。センターボルトの締め付けトルクは42から60ニュートンメーターの指定です。自転車としては最大級ですね。今回は45ニュートンメーターで固定しました。これで完了です。やはり純正品と社外品は若干寸法が違うのか、フロント変速は少し調整が必要でした。今日の動画はここまでです。普段は解説系の動画中心にやってるから、よければそっちもチェックしてくださいね。チャンネル登録と高評価もしてもらえると嬉しいです。それじゃ、バイバイ。バイバイ。